はい、それでは FOSTEX FF125WK を使ったバスレフスピーカーの制作第4回目の後編スタートしたいと思います。だいぶ間が空いてしまいましたけれども、現在塗装の工程を行っています。で、当初の目論みではですね、まず前回ご紹介したように、何回かですねサンディングシーラーという下地剤を塗って、その後数回ウレタンニスを塗れば出来上がるんじゃないかなというふうに思っていましたが、全くですね思った通りにいっておりません。いきませんでした。塗っても塗ってもですね、ウォールナットのマサメという板を使ってるんですけども、その銅管の部分がですね、埋まってくれませんで、ちっとも鏡面仕上げにならないということでですね、大幅にもう工程を変えまして、こんな感じですね。ウレタンニスを何回か重ね塗りして少し、厚ぼったくなってきます。厚みが出てきたところでサンドペーパーでガッと削りますと。そしてですね、それをまた繰り返して、サンドペーパーで削って、またウレタンニスを数回塗って、サンドペーパーで磨いてということを繰り返していくと、だんだんですね、この銅管の部分にウレタンニスが詰まっていって埋まっていきます。そしてサンドペーパーで、こう磨いた時にですね、あらゆるところにこのサンドペーパーの磨き跡が出る状態、もう凸凹がない状態ですね、というふうになったところを確認してから、最後に仕上げのウレタンニスをもう 1,2 回塗るというふうな流れで、作業を行いました。実は行いましたと言ってもですね、スピーカーの出来上がっているのはスピーカーのとある一面のみでございまして、まだまだですね残り作業しなければいけない部分が多々あるんですけれども、このまま最後まで、できてからご紹介ということになりますと、前の記憶ももう本当に薄れてしまうんじゃないかなということもありましたので、一度ですねこの段階で、作業の様子をアップします。そしてですね最終的に全ての面にウレタンニスが塗り上がった状態というのはですね、次のビデオをアップする際に、ご覧いただきたいなというふうに思っています。それでは作業の様子ご覧ください。はい、現状ですね、ウレタンニスを10回以上重ね塗りしまして、かなり塗膜がですね厚くなっている状態です。カメラ越しにもですねカーテンのシワとかがこの塗面に反射して映ってるように見られると思うんですけれども、このようにかなり光沢感はあるんですけれども、近づいてよく見てみますと、表面がかなり凸凹な状態になっていますので、この塗面が厚くなったものをですね一度サンドペーパーで、かなり全体的にですね強めにサンディングして、この凸凹を平らにならして、で最後また仕上げていくというふうに移っていきたいと思いますので、これからですね240番のサンドペーパーで、サンディングしていきたいというふうに思います。はい、サンディングを終えました。カメラ越しではですねちょっとご覧いただけないかもしれないんですけれども、サンディングしたこの面、ほとんどですね艶消し状態というか、磨かれてくすんだ状態になってるんですけど、ぽつりぽつりとですね光沢感がある部分がまだ残っています。それは溝が深くてサンドペーパーが当たらなかったところということになりますので、もう一度ですね最初の工程と同じようなことを繰り返して、ニスを重ね塗りして少し厚みを持たせた後、またサンドペーパーで、盛大に削ってですね、そういうそのサンドペーパーが当たっていない、くぼみの部分っていうのがなくなるように
作業を続けていきたいと思います。はい、ご覧いただけますでしょうか。全く刷毛目がないかというと、よく見るとそういうことはないんですけれども、このようなですね、映り込みの感じをご覧いただいて、ある程度鏡面仕上げが出来上がったんじゃないかなというふうに思います。ただですね、出来上がったのは、スピーカーのとある一面だけでして、まだですね、ウレタンニスミ塗層のところが1本あたり3面残っておりますので、おそらくこれ全部終わるのは4月か、ひょっとしたら、ゴールデンウィークあたりかということになるかもしれませんので、一旦ですね、この面が完成しましたよという状態で、アップロードしまして、しばらくしてですね、次の工程、それはユニットを取り付けて、音を聞くという段階になろうかと思うんですけれども、その時にですね、全体にニス塗りが終わった状態というのをご覧いただければなというふうに思っております。はい、まだまだ長い作業が続いていきます。